ラーメンゼロです。壮大な目標としては世界の方にもちょんまげしていただきたいなと思っているので。重かったですよ。すごい練習しました。はい、卵ご飯を先作ります。お客さんに美味しいって言っていただいたり、それが一番やっぱ嬉しいです。じゃんけんぽい。おお、スープも毎度こう温め直されるという感じなんですか？そうですね、やっぱりいつも熱々でやっぱご提供したいので、毎回こう大鍋から小鍋に移して沸騰するまで、器も絶対温めて。あ、ここでじゃあ温められてるってことですね、これ。これ麺は何かこだわりとかって？一応全粒粉の麺を使ってまして、結構ヘルシーです。女性のお客様にも喜んでいただいてます。お待たせしました。ラーメンゼロです。はい、ゼロの七味になります。味変でかけていただいて。京都まで配合をしに行ってるんですけど、塩にはちょっと柚子を効かした七味を合わせてます。このラーメン屋をやろうと思われたらはどういうところからなんですか？もともと飲食店で働いてたんですけど、大阪で高知から出てきて、でその中でコロナが流行った時にその前職がもうお店開けれなくなっちゃって、でちょっと職を失いかけみたいな感じになって、その時にうちの創業者の方とお会いする機会があって、高知で修行させていただいて、で認めていただいて。最初鍋振るのとか重くなかったですか？重かったですよ。すごい練習しました。もともと料理も得意じゃなかったんで。はい、卵ご飯を先作ります。卵とご飯だけの旨味で勝負させてもらってます。もともと本店の焼き飯の大ファン
やったんでそれを、こっちでも広めたいなと思って、持ってきました。それは毛切らないように。正解です。うち従業員の子が女の子が多くて、結構最初の方手切っちゃったりとかしてたんですけど、ね、女の子怪我したらね、暑いっすよね。暑いです。これはラーメンのトッピングの味玉です。あ、はい。味玉できたバージョン。カツオと昆布の割合とかっていうのは何度も味見して決めましたね。豚骨とかだとすごく力作業で大変なんですけど、昆布とカツオだけっていうのでシンプルで誰でも仕込みができるっていう店舗展開していきたいので、やっぱり力持ちの男がいないと開けれないっていうのだとやっぱ今後ちょっと困っていくかなっていう。私でもできたら誰でもできていいのかなっていう考えながらやったりします。まだまだこうやっていかなきゃいけないことはあるんですけど、壮大な目標としては世界の方にもちょんまげしていただきたいなと思っているので、海外はもうスペインにもう物件も借りてて、もう出店予定も。日本食が結構流行っててスペインで。いろいろ大変で大変ですよね。そうなんですよ。スペイン語全く喋れないんで。そうですよやばいです。ね。カメラ回っちゃうと思っていっぱい買ってきました。お好きなものをすみません。店長さんってどんな方ですか？友達感覚で喋れるぐらい、気軽ね。でも仕事になるとピシッと厳しくして、メリハリのある感じですね。ね、一緒に住んでるんで。はい。そうなんですか？高校3年間クラスが一緒で、もうずっとその時から仲が良くて、行動力とかもめちゃくちゃあって常に前向きなんですよ。めちゃめちゃかっこいいですね。で、最初はグー、じゃんけんぽい。おお、どこですか？ラーメンで。どの場所が一番人気なんですか？ラーメンです。テレビで見たのと、で、美味しそうな卵焼き飯があるのと、5名様お待たせしました。どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせしました。ラーメン1醤油になります。
写真を。よし。香りから違うんですよ。はい。何キロぐらいですかこれ？これ、こっちのからはあるな。ある。5、6キロ。6キロ。なんでね。うん。出せるよ。喋ります。はい。お、立派だ。いやー、これはね、今年は最大級ですよね。鱗は取らないんですね。鱗に流れるようにして取ってます。そのまま焼いて食べて美味しいんですよ。まあ、エラをね、まず取っていきます。村上ではこのエラを食べる料理もあるんですよ。お腹を開くところが、ちょっと他とは違うんですね。ここで一旦これを抜きます。そしてここからまた入れて一部このお腹を残して作る。これが村上の作り方ですね。その大切な鮭に切腹させないよという思いがね、この作り方に込められているわけです。ね、これオスの白子、肝臓、胃袋に身の綿、内臓ですけどね、これもみんな美味しくいただくんですよ。これが鮭の腎臓で塩漬けにして2年寝かすと、背わたの塩から、はい、きれいに切りました。平安時代からもう村上には鮭の文化があって、どこもかしこも美味しく食べてあげなければと鮭に対して申し訳ないんだという、その鮭を思う感謝の気持ちから、普通の地域ではないような鮭料理が生まれてきたんです。
そうですね加減ですけど。かっこいいね姿にするためにもこうやって洗ってあげるんです。はい。よし。風がやんわりとねこの家の中をね抜けていくんですよ。陰干しで風通しのいいところ、この中っていうのはすごくいい環境になるんです。楽しめるんですね。調理してつけた味と違って中からこうね、熟成によって生まれてきたものです。せっかくつないだこれも残しといたのもこの時にはもうあっさり切っちゃうんですよね。何のためにこれをやるんだってことですけども、鮭に対する昔からの思いで今でもやってるということです。よし。香りから違うんですよ。1ヶ月近く村上の風に当てながら干しておくうちに酵素が働き出して鮭の身タンパク質をアミノ酸の旨味にこう作り変えていくんです。
します。で、お客様の前にもこのままお膳のままお出しします。これはちょっともうこのまま。そのお米なんですけども、社長が厳選したお米です。このぐらいでしょうか。ありがとうございます。これが踊り焼きです。うん。鮭の旨味がこの中にギュッて詰まってる感じしますね。熟成されてる分。こちらはですね、鮭の伊豆市と言いまして、木桶で1ヶ月乳酸発酵しております。先代の頃から。そうですか。すごいな。先代のおばあ。じゃあ、お父様、ご飯と麹混ぜたものを最初に。じゃないんですね。ご飯と麹を混ぜたもの。一つも捨てるところがなく、全部使うっていうことで、これもこの喉のところですね。自分で全部やります。もう頭、はい。部分に鼻の部分ですね。軟骨。たらこです。ものはまだしもこの伊豆市っていうのはなかなか。それでカビもつけてくれて。落ちてないところ。これで6段終わりです。じゃあ、
ちょうど中のチーズがそうですねとろけるような。こんな感じです。ポロッと。今まで食べたことない美味しいビーフジャーキーを作ろうっていうのがきっかけで作り始めました。ドイツ語の直訳の通りハウスメッツガーで家庭内の肉屋さんっていう意味で。よし。チーズクナッカーっていうソーセージなんですけど、それを今から作って。これから。これが氷です。
これ羊の幼鳥腸なんですけども、これに詰めていきます。これ空気入れますけど、うんうん。こんな感じ。胴ひねりの機械がついてる機械が多いんですけど、あえてずっとうちでは指でひねりながら、状態を確認しながらひねっていきます。テンションギリギリのところで詰めてるんですけども、どうしても天然の腸なんで、ピンホールって言ってちょっと穴が開いてるところがあるんですよ、そこからやっぱり圧力が逃げてこういうふうになってしまう場合があって、ジャッキーを網掛けちょっとずつ隙間を空けるわけですね。そうです。なるべく等間隔で持ってくれるようにと。じゃあ火入れします。どうしても端の方が風が強いんで、先に端を折って。で、真ん中ですね。オッケー、いいよ、シャワー。これ今シャワーしてる。このまま熱かけていくとどんどんしぼんでいってしまうので、必ずシャワーをするっていうのが大事ですね。どうぞ。いいですか。いただきます。どうぞどうぞ。もう中のチーズとかそうですね。とろけるような感じですね。ちょうどいいと思いますね。これが出来上がったわけですね。
ありがとうございました。肉汁がすごいですね。あ、すごいですね。レバーケーゼっていう豚のレバーが少し味付けに入った焼きソーセージです。あ、切り落としかな。すごく丸くなるんですね。あ、そうなんですよ。ぷっくりするんですよ。うまいですね。ちょっとレバー入ってるんですか？レバーが 10% だけ入ってるんですけど、マジュランっていう緑のハーブなんですけど、これが臭みを抑えてくれるというか。豚ちゃん1個出してください。まさに毎回12これを入れて、これはもも、ロース、あとは肩バラ、一部位だけだと味が偏っちゃうので、いろんなとこ入れて美味しく作る。いろんなとこが。この肉一つ一つに塩をまぶしながら混ぜて。で、こんな感じで。なるほど、これ真空パックです。はい。これを何日間か。
もちろんですね。これ今日かけたばっかりのやつで朝かけたやつで、2日目がこれですね。ちょっとこう色が違ってくるんですよ。こんな感じですね。こうして走ってこんな感じでポロッと繊維の一本一本までこうほぐれるような。牛の佃煮みたいなちょっとほぐれた感じの食感っていうのは日本人好きじゃないかな、それに近い食感で作ろうかなっていう思ったのも一つですね。どんどん注文受けちゃうって言いたいんですか。じゃあこれで始めます。もしかね
どうぞ。あ、いただきます。うまっ。はい。で1日ちょっと冷蔵庫で1回一晩冷やします。ビーフジャーキー用のお肉でね、このままステーキになるすき焼きだったり焼肉にできるやつですね。さっき切ったやつ、これってランクでいうとどれぐらいのランク？4番から5番。4番。A5 とか A4 っていう。あ、そうです。そうですね。それこそここはかっこいい場所ですよね。5日間漬け込んでスモークをかけます。じゃあ乗せていきます。
そのドイツの小売店の店主が自分のスモークハウスから出てくる煙が届く範囲のお客さんに配れるぐらいの品物を作っていきなよ、煙の届く範囲の人たちに今まで食べたことない美味しいビーフジャーキーを作ろうっていうのがきっかけで作り始めました。ありがとうございます。通常一晩冷やすんですけど、食べてみますか？ありがとうございます。スモークの香りがね、いただきます。結構立っちゃってるかもしれないです。美味しいです。ありがとうございます。でも美味しい。一晩冷やして召し上がると、今度体温で体の体温でどんどんこう香りと味が引き立ってくるような、そんなジャーキーに変わるんですね。はい。本来肉の味を味わってもらえるぐらいの乾燥で、かなりしっとりさはあると思います。あと厚みもかなり厚く仕込んでありますので、その肉の食感っていうのはかなり感じてもらえるかなと思います。形づく内ももっていうところで落ち着いたのはここ14、15年前ぐらいからですね。一番最初は何の準備からなんですか？メンチとハンバーグと、あとキャベツとかける。何年お肉屋さんの仕事してらっしゃるんですか？何年だろう。私もいろいろ出入りしてたから。建築とかいろいろやつ。ああ、そうなんですね。
レバーフライ。はい。待って待って。唐揚げをかけと隠すとこれを使ってフライにしたものがハムカツとして売られているので、こちらに、
さん娘さんに。ハムカツは結構人気商品なんですか？人気商品ですね。一番のやっぱ。すみませんでした。どうぞ。あ、いいですかね。はい、もちろんです。ソーセージカツなんですかね、じゃあ。その通りです。あーはい、名前は馴染みがある名前をつけてハムカツっていう風にしてるんですけど。こちらキャベツメインで。山下さんは。これで OK です。
転ぶなの、これの前で。落ちてたんですね。落ちたんだよね、あそこ。いつがあったか。ちっちゃいことだって、俺初めてあんな2本セットなんだけど。ML300でしょ。フックはですね、ラップは、あ、そうなんで、僕いつも350の方。そうですよね。よっ。よいしょ。お待たせいたしました。開店させていただきます。色もいいですか。
今日はどういう内容を今日は鳥を各自で1羽僕らのサポートなしにできるまでが目標なんですけども、骨は傷つけていいんだけど肉は傷つけない。覚えてる順番でいいから。一回ここを外して裏返して筋肉がもりっと盛り上がったところの線でこうやってやるときれいに取れるから。こうしてこうデビルマン思い出した。はい。よし。片側だけじゃなくて両方取るんだよ。両方歯入れちゃう。すごく楽しいし面白い仕事であるんで、それをどう伝えていけばいいかなっていうのが僕の今課題になってますね。どういうふうに歯を入れちゃったのかな。スッて入っていかなかったのが今回初めてスッて入ってよしと思いました。今日調子良かった。今日調子良かった。大工さん今日調子良かったです。はい。逆に勉強させてもらうところもあるんですね。じゃあこれで終わりに。はい、ありがとうございました。地道な仕事なんですけども、皇族をどんどん育てて、もしくは育っていってもらいたいなっていう気持ちでやりたいなと思ってます。チャーハンが尋常じゃないぐらい作ってるので、才能が甘いんで、もう段違いですね。多分1年前と比べたら。1年で変わりましたね。私も結構一時期いやどうしようかなと思ったんですけど。前回ちょっと取材させていただいたのが1年前でして、もうすぐ1000万おめでとうございます。ありがとうございます。なんか1年で変わりましたね。海外のお客様も増えて、全国から全世界にっていう感じになりましたね。本当お腹いっぱいになりそう。ご飯大盛りにしたらめちゃくちゃそうですよね。そうですよね。昨日の大盛りはもうすごいんで、がっつり分厚いのが2枚乗って、上に目玉焼きが半熟のとろーりしたやつが乗って、で牛マのタレがかかるんでめっちゃうまいです。違うとこに一泊あったりしないの？私の父は毎年オフシーズン冬とかになると来るんですけど、2年前1回来た時に肉ニラ炒め食べた時にしょっぱいって言われたんですけど、ちょっと悔しくて、でも次の時に来ていただいた時は美味しいって言ってくれたんですごい良かったです。ユニフォーム変わったのは最近私始球式をやらせていただきまして、その時のユニフォームに変わったっていう感じですね。そうなんですね。いらっしゃいませ、どうぞ。
やっぱよくお写真頼まれますか？それは、ありがたいことに忙しい時とかはちょっと大変なんですけど。じゃあ5回餃子1枚だけ1枚。そうそうそう。前回よりも料理の手際とかそういうの良くなったのかなというふうに勝手にちょっと思ってたんですけど、はい、さすがに1年も経つと慣れっていうのがあるので、チャーハンが尋常じゃないぐらい作ってるので、多分そのチャーハンのスピードと1回に作れる量も増えましたし、なるべく自分に負担がかからない振り方をしてるので、そうです、それも結構上達したんじゃないかなと思ってます。多分傷も増えましたけど才能が甘いんで、もう段違いですね。多分1年前と比べたら鍋の振り方とかもそうですし、当時はだから作れなかったメニューとかも多分あったと思うんですけど、今もう自分いなくてもできるぐらい、されてるんで、すごく店もいい雰囲気で、全然を中心に回ってんのかなって、すごくいい感じです。
ですけど、ずっと状況とかやっぱり見られてるんですか？見るようにはしてます。外で待ってるお客さん早くこう食べさせてあげたいなっていうのがあるので、効率を上げるためにも基本的には1人目離さないようにはしてますけど、耳につけていらっしゃるのは鍋振りながら電話できるようにしています。ありがとうございました。お願いします。はい。パンタ7番で。今日は何食べられたんですか？今日カレーライス。あ、カレーライス。そっかそっか。カレー美味しいよ。おいしい。何年ぐらいいらっしゃるんですか？わかんない10年ぐらい。もうじゃあ先代の結構。先代の頃からですね。ジェンジェンさん頑張っていただきたいです。ずっとこのお店守っていただけると僕も助かります。ありがとうございました。チャーハンお願いします。学業の両立はうちの学校結構単位とか厳しいので、来月間にできるだけ授業を詰め込んで、営業日も学校終わったらすぐに戻ってくるっていう感じなので、プラスで調理師免許のテストも今頑張って勉強して、もうやることはいっぱいですけど頑張ってます。はい。
いろんな方に知っていただけたのかなと思ってるんですけど、味はまだ多分まだ知れてない方がいらっしゃるので、できたら海外にお店を構えられたなと思ってます。一番出る時で1200ぐらいだったかな。1000枚前の日にして冷蔵庫で冷やして。繁忙期は30キロ4袋ぐらい使います。あ、そうなんですか。はい。羽釜が 5台あるんですけれども、フル活動で稼働してます。この微妙な水加減で炊き上がりが変わります。しめじとなめこと油揚げ。大体出るときで何個ぐらいおにぎりって？一番出る時で1200ぐらいだったかな。一袋の量どれぐらいですか？30キロ。あ、30キロ。具材の人気のランキングで言うと、鮭、たらこ、角煮という感じなんですけれども、
けれども、2種類っていうのをやってまして、鮭すじこミックスが人気ありますね。鮭すじこ。ございます。いらっしゃいませ。具材一種の焼きたらこで。焼きたらこで。はい。普通のおにぎりの3倍ぐらい。もう。サバとキュウリの。
でお待ちください。いらっしゃいませ。この大爆。大爆で、はい、かしこまりました。はい。具材5種類お選びいただけます。A、B、C と、はい、ございますので、そちらから。A でお願いします。はい。大爆 A がお一つですね。5個ってと決まってる。海苔を付け合わせます。はい。海苔が小さいんで。これ丼1個で2合ぐらいですか？はい、2個分ですね。握るのってどういうとこが難しかったりするんですか？中身入れるときに汁気のあるものを下にしないで、崩れてしまうんですよ、汁気があると。はい。やばい。ドーン。これ無理やわ、かぶりつくん絶対。
はい、お待ちどうさまです。河原の天丼です。アメージング惣菜和風ポテトサラダ編。まずね、じゃがいもに火を入れていくんだけど、うまいぜ、最高。YouTube 見てっておっしゃるお客さんとか多いですか？めちゃくちゃ多いです。YouTube やってなかったらなかなかこんな偏僻な場所に来てくれない。駅から遠かったでしょ。肉の孤島と言われてますから。もともとここでやられようと思ったのは？実家というか地元なんで。これエビのしって必ずやりますね。丸まっちゃうんでこのまま揚げたら。これは天ぷらの種のレンコンの挟み揚げ、レンコンとかレンコンにエビ新庄を塗ってこれを天ぷらに。これ人気ありますよ。何にでもつくんですよ。お客さんこれ美味しい美味しいって言います。絶対美味しいじゃないですか。全部その日にこちらのかき揚げとかですか？そう、野菜のかき揚げ。
いしょ。12年ぐらいになる。最初は大変でしたけど、YouTube 始めてからやっぱり良くなって。YouTube 始められようと思ったのはどうしてなんですか？現場ひろしさんっていらっしゃるじゃないですか。はい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 。あの人も YouTube やってはいはい。もともと結構好きで、ひろしさんの本、働き方 2.0 だったで、それを読んで、自分もやってみようって。未経験から。未経験です。どうしていいか分かんないから、とりあえず真似から入るわけです。自分も最初は顔出しなしで始めたんですけど、やっぱ顔出した方が伸びやすいとか、ファンがつきやすいとか、そんな話だったんで、まあ、にしてもしょうがねえやと思って。昔はね、皮も全部包丁で剥かされたんですけど、ピーラーでやっちゃってますけどね。若い頃は日本食そうです、そうですね。そうです。最初は浅草のフグ屋さん。ここから割烹とか、ずっと和食ですね。その中で天ぷらにされようと思ったのはより、なんか単品で勝負した方がいいと思ったんですよね。天ぷらとか天丼とかで並ぶような店だといいな。で、はい。一個一個結構かかるんですよ、手間が。いや、そうですね。串包丁っていうか、刃の子に包丁入れないと硬いんで。ちょっとしたいたずら書きとか絵は得意なタイプ。子供の頃から絵うまいやつっていたじゃないですか。そのタイプです。あ、そういうの。はい、普通の銅鍋ですけどね。蓄熱がいいですよ。これ結構使ってるから結構薄くなってる。洗ってるからですか。そうです。
炒めとあと音、泡の出具合とか、なんか音とかね。泡の出具合。いや、一緒なんですけど、ただこれまかないですか？あ、まかない。今日は、はい。スパイシーオムレツ。今日は3段でいいですね。美味しそうでしょ？そうですね。営業終わられてから食べるんですか？そうです。あ、俺は食べないですよ。従業員だけ。はい。ちょっと早いけど開けようか。はい。どうぞ。お待たせしました。どこが試験だね。
はい、お願いします。はい、お願いします。はい、天ぷら定食です。はい、お待たせしました。川内です。ありがとうございました。気をつけてありがとうございます。すごいな。熱い。熱い。やば。気合い入れていかないといけないです。そうですよね。はいどうも、路地裏のパッと森田まかないチャレンジです。今回はですね、アメージング惣菜和風ポテトサラダ編傑作レシピ、ぜひ最後まで見ていってください。じゃあ作るぜ。ワックスオンワックスオフ。はい、挨拶とかは結構もう考えてらっしゃるんですか、上司。軽く考えてもうぶっつけ本番で言ってますね。大体こんなこと言おうとして。画面を通すとテンションが自分が10だと思ってても7になるんで、テンション上げていかないと静かな感じでやってるとダメなんですよね。はい、今日の材料の紹介です。じゃがいも、玉ねぎ、みょうが。はい、こちらでございます。メモってください。あとね、説明欄にも詳細書いておきますんで。の9。
はい、それでは早速参りましょう。まずね、じゃがいもに火を入れていくんだけど、皮むいてね。はい、むきむきむきむこむきりーな。とりあえずむきますね。これさ、なんで作ろうと思ったかっていうと、セブンのお惣菜で和風ポテサラっていうのがあったの。それ食ったらめちゃくちゃうまくて、インスパイアされて自分なりにアレンジして作っております。はい、週3本だから、それは絶対乾かしたことないんで。まあアイデア的にはいくらでもあるんですけど、まあ、継続するのが一番大変で、最初は全然喋れなかったですけど、だってもう800本とか900本とかやってるから、とりあえずもうね、積み上げていくしかないから。器に、はい、持ってもらってできました。味見してみましょう。これで実食に入ると食べます。あ、いいんですか？いいよ、いいです。メニューとかはどういう発想とかで考えられてるんですか？なるべく作りやすいもの、手に入りやすくて、まあ、季節に合わせたものとか、旬の食材とかはなるべく使うようにしてるんですけど。いただきます。いただきます。はい。うまい。うまいですね。めんつゆとマヨネーズが意外と合う。はい、それではいただきます。うまいぜ。最高。みょうがの香りも爽やか。ほんと和風のポテサラって感じ。ごちそうさまでした。いいなと思ったらグッドマークとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、終わりました。いやー、お疲れ様でした。